西田さん、はい、おはようございますって言っておはようございます。おはようございます。はい、今日は西田さんが組むとこちょっと見ていきたいんですけども、メカニカルターボファンマットブラックです。踊らないんですか？はい。メカニカルはい。ターボファンありがとうございます。マットブラック。でこちらの方をねちょっとね組んでいきたいんですけども、まあ僕もちょっと見ててなかなか興味深い商品だなと思ったのは、まあこの中に普通ファンっていうと電動ファンっていうのをこういう形で上につけて回すんですけれども、この商品をこいつをここのワンウェイのところだよね。はい。ワンウェイにこれくっつけるのかな。はい。ね、くっつけてそこにファンをつけて、で空気がここから前から出てきてこのモーターに当てるようなシステムになってるっていうモーターを冷やすシステムですよね。ってことだそうです。はい、な感じなんで今から西尾さんが組んでいきますというふうですよね。早送りで。はい、じゃあ行きましょう。よーいスタート。はい慌てて組むと間違える。慌てて組むと間違うよね。大丈夫です。僕の人生間違いだらけなんで。いやそんなことはないと思いますよ。最近D ライクのブログ読んだらタピオカがすげえ売れてるっていう話聞いたんですけども、はい。タピオカね、食べてみたいですよ。ねなんか美味しいと評判らしいので、そんな美味しいんですか？お盆休みにも行こうと思ったんですけど、ちょっとなかなか行けなかったんです。弱気になりました。皆さんに会いに行きたい。走りに行きたいです。はい。こういう感じで手元組んでるもんでさ、了解しました。この辺で映るようにちょっと組んで。映るように？そうちょっと映るように。映ってるじゃないですか。だからこの辺に映るようにこういう風に組んで。映るように踊ってください。踊りはまた後で多分。踊りはもう踊りはいい。踊りはいい。いいけど。西野さんが変なことを言わないようにS 先生見守っております。今までちょっと暴走してきたもんね。ド S 先生が見守っておりますよ。熊本からちょっと監視をしてくれって多分言われたんだと思うよ。ああ、実はそうド S 先生いつもですね、ドリフトを教えてもらってる実車も走るド S 先生が今見守っております。そうですね。間違えたらダメだし。プルーンと。西野さんどうした？今テンション。いやこれパーツがテンション。まあ飛んでるだけじゃね。なので西野さんの恋愛失恋話。またその話その話はね思い出すからやめて。思い出すからやめてくださいその話は。はい、ハウジングで、ここから風がビューッと出るだと思います。なるほど。はい、これベアリング、そしてこれがワンウェイからプリを外します。浅い方こっち向きでいい？だと思うよ。浅い方だよね。それ深い方だもんね。でネジ穴をもうすごいピタッとつくように作ってありますね。森田君も募集中ですけど、僕も募集中です。そして、ワンウェイはお疲れ様でした。ワンウェイこれ取っちゃうんだ。そうです。シャフワンウェイだったのがこのシャフトに切り替わるようですね。そうするとピントがあって、これあった、いいよ。これでいいのかな。おいで。おお、なんかもう完成？ベアリングをつけの、あ、そんだけこれ？そんだけって言わない。とっても整備性がいいんですから。こんな感じでつくんだ。15分か20分ぐらいと、あれお
そうか。ここは長穴になっていて、こうちょっとスライドしてはいはいはい。このハウジングの位置を調節できるみたいですね。皆さん今ね10分12分経過。あと5分しかない。5分しかない。誰が決めた？はい、とりあえずね、装着完了しました。おーい。おお後ろに行ってますねこれ。これならわかるよ。これでこの夏のバッチリ。そうですよね。これ。確かにこういう気流出てるね。そうそうそう。いや今ねこういうふうにどうって言っとったもんね。めっちゃ動く。何これ。前こんな動かんかったよね。メカニカルターボファンの方を、はい、まあ取り付けて実際走ってみて、はい、その感想の方をちょっと聞かせていただきたいんですけども、はい、いかがでした具体的に。でもう走り出してすぐ分かるのは、ピッチングの量が増えた。こうグッグッて動く感じが、はい、グッグッどっちがこっちが前？こっちが前、こっち前ですね。増えて、後輪を地面にね押さえつける力が強くなったような手応えを感じましたよね。すごいじゃないですか。今まではフロントワンウェイが確かついてたんですよね。はい、はい、アルミプーリーにワンウェイのチューブにプーリーがついてました。ちょっと重たいやつ、でこれにメカニカルターボファンに変えたことによって重量が約 20g 重くなってるんですよね。そうですね、少し重くなってると思います。はい、それによってここの前に回転するんですけれども、そこでジャイロ効果っていうのが多分もう少し増したような感じなんですかね。そうですね、プーリー回すとこうピッチングの量がね、今までもピッチングが出やすい車だったと思うんですけど、そうですよね、重たくなることによってピッチングのこの移動量が増えたってことだと思います。僕もちょっと見てて、以前の西尾さんの車と比べるとこのピッチングする動きの量がすごい増えたなっていうのは、まあ、正直なところなんですけれどもね、まあ、その辺でちょっとまたいろんなセッティングができるのかなっていうふうに思ったんですけどね。そうですね単純に変えただけだと、僕の車だとちょっとこう後ろが下がりすぎたっていうか前がすごく上がるんですね。時にちょっと接地感が薄くなった感じもあるかなと思うんですけど、フロントのハンドルがね、まあバランスをいろいろ変えていくとこういいとこが出たらもっとバチンと踏める車になるんじゃないかなと。なるほどなるほど。はい、難しそうだけどでもやりがいがありますよね。まあ
素人目に見ててマシンがもっと動いてるんで、あ、これは面白いなっていうふうには僕は、思ったのは本当正直なところなんでね、はい、そんなところですかね。はい、まあ楽しみが増えた感じがします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。OK、ありがとうございました。